たっくんです。最近うちの娘が新大久保ばっかり行っててさ、そんな会話どこかの喫茶店で聞こえてきそうですよね。でもこれもう他人事じゃないんです。韓国統計庁が発表したばかりの最新データでは、日本人女性と韓国人男性の結婚が前年比で40%増し、件数にして1200件ぐらい。これはこの10年間で過去最多記録らしいですよ。つまり、あなたの娘が韓国人と結婚する。そんな時代が本当に来てるんですよ。急にどうしたの？理由は3つあると思っています。1つ目、お互いの文化理解度が高まってきた。2つ目、簡単に出会えるようになってきた。3つ目、結婚の価値観が一致したという話です。この動画を見ればですね、今日本と韓国で何が起きてるのかがわかります。まず第一、お互いの文化理解度が高まってきたの話をします。昔の韓国って何が有名だったっけ？焼肉？キムチ？せいぜい冬のその他ぐらいで止まっていた記憶ありませんか？でも今は違います。ネットフリックスを開けば画面に映るのはソウルの夜景、ソウル大学のキャンパス、薄暗い部屋で静かに鍋を囲む韓国の家族のドラマ。実はこの変化、コロナ禍が引き金だったんですね。外に出られなかったあの2年間、多くの日本人が家でネットフリックス開いて、ふと見始めた愛の不時着とか、イテウォンクラスとか、ちょっと1話だけのつもりが気づけば朝4時まで沼落ちしてる人たちが多くいるんですよ。そんな夜、あなたの娘さんにもあったかもしれません。しかも今は YouTube で韓国で Vlog 見るだけで、ミョンドンの屋台の匂いも、ソウルの雨の音も、まるでその場にいるように感じられる。韓国の若者がどんな部屋に住んでいるか、何を食べているか、恋人と週末にどこへ行くのか、生活の体温まで伝わる時代になったんです。これはまるで隣の家の窓が開いていて、中の生活が見えるようになった。そんな感覚に近いかもしれません。韓国って意外と親しみやすいんだ。日本と同じで家族を大事にしてるんだ。そんな気づきが偏見や距離感をじわじわと溶かしていく。さらに今、都内の韓国語教室は予約が埋まり、新大久保の韓国語イベントには10代から50代の女性が列をなし、週末のカフェではおっぱーと笑い声と会話が飛び合う。文化って情報じゃなくて感情なんですよね。それを共に体験することで理解ではなく共鳴が起きる。例えば韓国の家庭料理にある天ジャンチゲの香りに日本のお味噌汁の記憶がふっと重なったりとかするわけです。だからこそ今、日本人と韓国人の間に分かり合える瞬間が増えている。そしてその共鳴は友情を生み、恋に火をつけ、やがて結婚という形に繋がっているんじゃないかなというふうに思うんですよ。二つ目の話が、出会いのハードルが低くなったという話です。今、恋の始まりはスマホの画面の中。昔みたいに職場や高校でなんて時代じゃありません。今の若者たちは指先で画面をスワイプして、韓国人だけ表示を検索条件に設定。たったそれだけで、ソウル在中の大学生や東京で働く韓国人留学生の一覧が表示される。最近では、ヘロートークやペアーズなど国際交流に特化したマッチングアプリも急増中。しかも、プロフィールには、K-POP が好きですとか、新大久保のカフェ巡りが趣味なんですと書かれている。最初の接点は、もはや空港でも語学学校でもない、手のひらの中の時代になってるんですよ。例えば、あなたの娘さんが暇つぶしに始めた言語交換アプリ。ある日、笑顔が素敵な韓国人男性とやりとりが始まる。こんにちは。日本語を学んでいます。ちょっとだけ話せます。そんな一言から始まる。こんな流れ、今や珍しくありません。出会いの手段が進化する一方で、場所も進化してるんですよね。新大久保では毎週末、韓国語の無料体験レッスンや、チマチョゴリでフォートブース体験するところまでできていて、原宿の路地裏には韓国カフェと書かれた看板が並び、テーブルの上にはチーズがとろけるラーメンとか、クロワッスにはマッコリとかある居酒屋ができていたりとかするわけですね。しかも今の若者は学ぶところから恋が始まったりとかもするわけでして、韓国教室に通い始めて、最初はハングル読めないと言っていたのが、いつの間にか韓国人と知り合って、LINE で韓国語でやり取りできるようになる。あれ最近韓国人と毎日連絡してるに繋がりますね。そして気づけば、この人と一緒にいると落ち着くな。そんな感情が入る。この自然な偶然を
支えているのが、留学の増加というのもあります。昔は韓国から日本への留学が多かったですね。僕みたいな人ですけれど、最近は逆も増えているんですよ。日本の高校生、中学生とかが K-POP に憧れて、韓国に語学留学行くってなるんです。その中で図書館でふと目が合って、授業後に焼肉誘われて、何飲むマッコリ大丈夫そうから始まる恋もある。今は文化も言葉も出会い方も国境を越えるハードルが嘘みたいに低くてですね、国際恋愛が特別でも刺激でもなくなってきてるんじゃないかぐらいのレベルに達している。ただ隣にいてくれて気があって笑えていられるなら、この人とずっと一緒にいたいなって自然に思える。だからこそ今の日韓カップルがどんどん生まれて気がつけば国際結婚とかしてるわけなんですね。3つ目の話はですね、結婚観の違いが結婚しやすさを生んでいるという話です。韓国で結婚したいというと、こんな会話が返ってくる家庭もいます。持ち家は、年収は、親との関係は、子供の教育方針は、まるで就活面接みたいな質問ですよね。もちろん、すべての家庭がそうではなくてですね、僕の感覚ではもう3割ぐらいか4割ぐらいは、そういったことを気にするんじゃないかなっていうふうに思っています。例えば、ソウルで結婚しようとすると、聞かれる場面があって、新郎はマンション買えるのかな車持ってんの両親はどのような仕事されてんの子供は海外留学とか試合入れてるみたいな質問が返ってくる場面もあります。全員ではないんですけれども。これは韓国がそういった環境にあるからにまとまるんですけれども、今ここで説明し始めると、10分以上もかかるぐらいな気がするんですけども、そういった環境があって、人生の計画みたいなことを、考えなくちゃいけないんですよね。だから、このプレッシャーが若者たちを静かに追い詰めていく。愛しているのに結婚を切り出せない。準備ができていないからと引き延ばしていたら、いつまで経っても結婚できなかったりとか、長期間恋愛して別れたりとかするわけですね。僕の周りでも何度も見てきました。一方、日本はどうか。もちろん、日本にも結婚のプレッシャーあると思いますよ。全然日本でも結婚って軽いものではないですよね。でも、文化の根っこにあるのは、一緒に頑張ろうという考え方なんじゃないかなというふうに思っています。例えば、最初は賃貸暮らしでも、少しずつ2人で貯金して、いつかマイホームを持とうねという柔らかい未来設計。むしろ結婚は人生のスタート地点という感覚には強いかもしれません。結婚指輪の値段で人間性を測るんじゃなくて、指輪でマウント合戦するんじゃなくて、2人で作る夕飯の味噌汁の味に幸せを感じる。それでいいんじゃないですかね。この重さの違いが若者たちにとっては意外と大きいと思うんですね。特に最近は韓国人男性が結婚するのは日本人がいいと語るケースも増えてきた。条件より人柄を見てくれるから、両親が干渉してくる頻度が少ないから、みたいな、理由も一因として日本との国際結婚を選ぶ男性が増えているような一因としてあります。もちろん日本も完璧ではないかもしれないですよ。価値観の違いから喧嘩になることだって、国際恋愛したら、国際結婚したら日韓カップルとかあるはずでして、他の壁にぶつかることもある。でも結婚のスタートラインを考えたときに、この恋愛から結婚へスムーズに進みやすい。だからこそ恋の延長線上に自然と結婚が見えてくるんですね。国籍じゃなくて、収入でも職業でも親の学歴とかでもなくて、この人と一緒に生きたい。そう思えた時に結婚ができる、その柔らかさが日本の結婚文化にはあると思います。もちろんこれはもう全員あるとは言ってないんですよ。傾向としてあるんじゃないかなって思ってるだけです。そして今、そうした空気に惹かれて、日本人との結婚を進める韓国人が静かに増えていると思っています。ここまで見てこう思った方もいるかもしれません。大丈夫かしら？違いで苦労しないかな？心配になるのは当然ですよね。でも、だからこそ知ることが第一歩なんじゃないかなというふうに思うんですよ。相手の国の文化を、暮らしを、価値観を知ることで、違いは距離じゃなくて深まりのきっかけにもなるんじゃないかなというふうに思っています。そして何よりも人対人で向き合うことが大事ではないでしょうか。韓国人とか日本人というラベルというより、すいません、僕もつけたりとかしてるんですけども、いい人かどうか、それにつけると思うんですよ。結局の話は。そしてこのチャンネルでは日本と韓国の文化の違いをテーマに、僕自身のリアルな体験を感情たっぷりでお届けしています。日本や韓国に興味深いにあなたにとってきっと役に立つはずです。ぜひチャンネル登録、いいね、コメントで応援していただけたら本当に嬉しいです。以上、パクでした。よー